うも、ジャルです。今週もエボにプレイ配信をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はですね、タイトルの通り、エンブレムがまた集まってきたんでね、エンブレムを作って、エンブレムの合成をしていこうかなと思いますということで、はい、容量がですね、500いっぱいになっちゃいましたね。はい、いつも500いっぱいになったら合成にするっていう風な感じにやってるので、またちょっとね厳選をしつつやっていこうかなと思います。あ、吉部さんおつじゃる様です。ありがとうございます。さてさて、お、フェニックス出てる。フェニックスだそう。はい、いつも通りねラリーとかに出しながらやっていきます。はい、じゃあまずはちょっとね、エンブレムの状況に入る前に、よいしょ。いや、エンブレム先に、いくつかね、もういろいろ、なんというか、厳選というか、これまでね、過去2回に、過去2回エンブレムの合成をしているので、それなりにですね、揃ってきてますという感じで、今まで引きが良かったところからやってて、一番やりたい射撃兵が全然揃ってなくて、はい、ちょっとね、射撃兵、広域のね、射撃兵をね、どうにか上げたいんですよね。はい。ちょっとね、ここの引きが悪くて、一応、主にその多分エンブレム、基本的には PVP 目線でエンブレムを厳選していくかなってなってますと。で、私もようやくですね、さっきの、資源還元で、T1 の、作成に着手しましたということで、病院に 1.5M ぐらい、馬ちゃん眠ってるんで、およそ今2500万かな、馬がいますと。なので、また次の資源還元のタイミングで、1億にしようかなと思っていますと。で、資源的には 6B ぐらい必要なのは分かっていて、今回みたいに 10B 達成できるかなっていう今のところの資源の推移的に次も、米と木だけであれば 10B 消費できそうな感じなので、次の資源還元でね、きっちり1億作れるかなっていうところですと。ということで、T1 馬がようやくできてきましたと。で、やっと一番時間かかったんですけど、この騎兵のね、レベル8の聖杯もゲットして HP がやっと上がりましたということで、さっき見てよかった。はい、T1 の馬の HP ですね、目標としていた2000をやっと超えました。2040ですね。はい、2000ギリギリの予定だったんですけども、計34にして研究ですね、防衛の研究を終わらせたので、HP が2040まで跳ね上がりましたと。はい、そうそう、研究ね、防御の進化、全部研究し終わっちゃいました。はい、しっかり、このね、騎兵 HP をアップさせてもろて、HP が2040で、HP が2040あって、かつ、これ、なんだっけ、ドーピングかな？ HP ドーピングすると、確か2200いかないぐらいまでは上がるんだったような気がしますと。はい。っていうので、それなりの HP になりましたねっていうところがあるので、まだフェニックス出撃しなかった。あとは、そう、防衛官もね、もう、ほぼほぼ進捗60%ぐらいまで来たんですよ。はい。上位さんですね。私の防衛対象上位なんですけど、このゴジラは、品質を上げて、はい、野党の攻撃力とかも上げ、駐屯歩兵系の HP とか70%アップつけて、で、かつ一番重要なのが HP なので、これかな？よいしょ。はい、騎兵の HP ですね、ちょっとね、1個だけだらしない紫がついてるんですけれども、1700、1700、金だけどバフでちょっと微妙みたいなと
ころで、まあ、ここのね、ここだけで見ると進捗半分ぐらいかな、みたいな感じで、あとは、星ですね。星も HP なんですけど、こっちも、まあ、金が2つ、まあ、オレンジ1つ。で、まあ、ちょっと紫がね、ちょっと残念なんですけど、はい。まあ、でも、HP がつきましたねというところで、まあ、これも進捗50、まあ、これはもうちょい良くて60%ぐらいかなという感じになってて、あとね、ちょっとね、防御が全然つけれてないんですよ。騎兵の防御がね、今これ、こっち2つだけ。まあ、これ金だけどね、700ないんですよね。その、金の中の底辺、もう四天王の中でも最直ですね。あとは、足。はい、足もね、足は、まあまあ良くて、これ、なんかね、724分の723なんでバッチリですね。はい。まあ、ただね、その他のところが関係ないのついてたりとかいうので、ちょっとね、ジェムが足んなくてジェムが足んなくてね、これ以上の合成できなかったんですよね。強化石はあるんですけど、ジェムが足らなくて、厳選ができなくて、はい。まあ、正確には、100万ジェムまで使う予定だったのに、調子こいで110万ジェム使って、はい、消費還元イベントに売り出しちゃったっていう残念な状況なんですけど、はい。で、まあ、ブーツもそんな感じ。で、あと攻撃ですね。火力はね、結構良くて、なんか見た目いい感じなんですけどね、最後だけ歩兵なんですね。はい、これ残念です。まあ、ただ、金色がね、3つしっかりついてるので、これは進捗、まあ、75%と言っていいでしょうと。はい。で、この指輪も攻撃ですね。はい、これもね、まあ、金、オレンジ、まあ、9大点ですかね。一応、白ながらも、系の攻撃がフラットでついてるので、っていうので、まあ、全体的にね、まあまあ、ジョイ先生、仕上がってきたのかなというところかなと思っています。あとはね、特性とかを上げるかどうしようかなみたいな感じです。はい、一応、私のその防衛の工程としては、今は外してるんですけど、ブーディカですね。ジョージとブーディカを使って、まあ、ブーディカがね、騎兵をがっつり上げてる感じなので、騎兵の防御と HP を上げていく感じ。騎兵のね、素早さをね、つけてないのがね、あまりに良くなくて、これね、ちょっと付け直ししようかなって思ってるんですけど、はい。本当はね、この騎兵の素早さつけないと意味がないですよね。騎兵なのかな、歩兵な気がするんだよな。どうなんだろう。そう、基本的には、T1 の馬は、なんというか、もちろん殺せたらベストなんですけど、明らかに射撃に対する的を本当に肉壁として使って、基本は、ジョージが持つ、射撃、後衛部隊でぶん殴る。前衛は HP を上げて後衛でぶん殴る。だという感じで、なんか考えて今やってますね。はい。よいしょ。あ、なんか、このタイミングでなんか人が来たぞ。なんだ、誰かが誘ってくれたみたいだ。忘れちゃう。シャザルつけて。誰かが誘ってくれたみたいだ。ありがとうございます。寸前のところで取られた。これ以上送れない。殴る。RT は殺しとくなんで。あれなんか、ちょっとゲーム音がもしかしたらうるさいかもしれないです。もしゲーム音がうるさかったら言ってもらえると助かります。なんかね、エボニーのゲーム音下げれないんですよね。システムのサウンドで設定でなんか変えられるのかな。なんかめっちゃうるさくてエボニーの音下げたいんだよ。下げれそう。ちょっと下がったかも。はい、どこまで話した。で、そう。基本的には、T1 は完全に肉壁運用をして、基本はね、殴り勝ちをしたいんですよ。なので、今、もうジョージがやっとね、
育ってきたので、次はね、エレクトラをガン上げしたいかなって思ってますと。はい。そう、ジョージというかね、T1 を肉壁を作ったのは、あまりに射撃とかで攻撃を殴った時にカウンターでやれることが多すぎて、それが悔しくて作ったみたいなところがあるので、基本はね、このパンチ力をね、上げていきたいんですよね。っていうので、吉兵衛さん、音声どこで下げるんですか？あ、PC 版のエボニーの話だとすると、もうエボニーではなくてですね、エボニーじゃなくて、PC 側のサウンドの、サウンド設定を開いて、アプリごとの音量を下げるをやりました、今。はい。ゲーム内での、なんていうか、音量調整ができないんで、もうちょっとマスター側でやればいいやと気づきました。そう、エボニーのね、ゲームね、めっちゃ音鳴るんですよね。うるさくて。よいしょ。さっきバイキング倒してもらってたよな。お願いします、お願いします。あ、そうです、そうです。ゲームのね、音量調整できないんですよ。残念ながらね、そこまで、UI が優れているわけではないので、はい、無理やりパワープレイしました。はい、ということで、そう、エレクトラを上げたいと思っていて、なので、エレクトラにつけてるケルティックデーモンかな？ケルティックデーモンも結構ね、豪快に餌を上げ、強化もね、結構リファインしました。今、行軍速度ね、金色がついちゃったんでね、変えれないんですよね。で、金、オレンジ、紫って形になってて、この紫を変えたくて厳選していったんですけど、なかなかダメでしたね。ちょっと、この期間では、いいものに変えることができませんでしたが、まあ、最低限、ケルティックデーも上がったかなと。で、あとは、エレクトラの装備もですね、この攻撃力。これもね、出なくて、この射撃兵の攻撃力、これをね、つけて、ここをロックして、結構やってたんですけど、もうちょっともう、ジムがなくなってできなくなっちゃいました。これさ、工場兵器の攻撃力プラス20%ついたんですよ。これどう思いますこれ。これこれ捨てんのもったいないなっていう。でもエレクトラ、射撃特化で作ってたんだけどどうしよっかなっていうので、これね、すげえ一生悩んでます。ただ、私、エレクトラは、今、エレクトラって、カール12世をサブにして使ってるんですけど、私、メイソンちゃんを持ってるんで、メイソンをね、補佐官でつけると、彼女はね、しっかり工場兵器系でサポートできるように作ってあるんですよね、射程も。はい。もともとはこれでやってたんで、なので、その、射撃工場兵器のいいバランスっていうのも作れるようにはしていて、そう、ちょっとね、それ考えるとね、悩ましいってなってます。はい。まあちょっと話を戻すと、エレクトラ、ジョージの、リファインもだいぶ落ち着いてきたので、もうちょっとですね、防御を、完成させたら、およそ8割になるので、100%にする気はなくて、80%ぐらいの出来で1回止めようかなと思ってますと。はい。パレートの法則と呼ばれるやつですかね。その、80%を満たすために20%の力で、残りの20%使うのに80%の労力かかるみたいなね、話があると思うんですけど、まさにそれだと思っていて、どんどんジェムがね、しんどくなっちゃうんで、常時1回止めて、エレクトラに次は注力しようと思っていますという感じで、あくまでね、殴りで、SVS とかポイントを稼ぎたいなと思っていますっていう前提にすると、このエンブレムの、設定のところが変わってきまして、まず騎兵はね、PVP かPVE の2択しかないんで、PVP セットを確定します。で、工場兵器は防御専用ですね。
になります。で、歩兵も防御専用になります。その基本的には射撃で殴って他は防御っていう考え方で作っていくかなってなっていくと、射撃兵はこの攻撃、アタック用のやつを作っていきたいんですよ。はい、この勇気のセット攻撃する際にとかね、書いてあるやつにやりたいんですけど、残念ながらですね、今のところ、その攻撃時っていうのが2つついてるやつがないんですよ、確か。あ、これだけ。攻撃時の射撃兵 HP。こういうのをね、やりたいんですよ。工場兵器とかね、防御する際に攻撃が上がるみたいな、その、条件付きの方がやっぱり強いんで、条件付きのやつがね、この歩兵とかも防御する際に歩兵 HP アップとか、防御する際に歩兵の攻撃アップとか、こういう、なんていうか、そのエンブレムの特性に合ったやつをセットしたいなって思って、これをちょっとなんか厳選探してるんですけど、このね、最初の何引くかはね、賭けなんですよね。最初何引くかも賭けだし、レベル10にした時にゲットする能力も賭けなんですよ。はい、これね、エンブレムめちゃくちゃ沼が深いと思うんですよね。でもなんか、エンブレムってなんか高級品扱いですよね。なんですかね。エンブレム沼でたくさんやんなきゃいけないはずなのに、これ正規コレクションの引き換えとかも見てもらうとわかると思うんですけど、これ、この辺のね、素材とかわかりますけど、それよりもなんか高いんですよね。15個使って2個。アレースの血は5個で2個。はい。この巻物は5個で3個。エンブレム2個ですよ、2個。2個で、外れの可能性も結構高いのに、で、外れだとしても一応合成で使えるんですけど、なんか、これ、なんかエンブレムね、いつもね、交換のね、レートが高いんですよね。これはどういうことなんでしょうね。なんか、まあ、エンブレム頑張れってことなのかなとは思いつつ、まあそう、多分エンブレムってしっかり厳選すると差がつくところだとは思うんですよね。だからちょっとね、こだわって厳選したいなと思ってるんですけれども、はい、射撃のね、500溜まった中に、攻撃時っていうのが2つついてるかどうかっていうのを見ていきたいですと。っていうので、これね、前回やったのが残ってるんですけど、このバフ効果、攻撃かつ、攻撃時っていう、まあ、条件とかで、絞ってかつ、このね、勇気で揃えないと攻撃時じゃないので、見てきますと。で、援軍の射撃兵の攻撃時の射撃兵惜しい。援軍ね、高いんですけど、援軍は比較的防御だと思うので、防御、攻撃でちょっとね、合ってないですよね。はい。はい、これもね、絶望です。勇気、アウトですね。はい、1個しかないもん。1個しかないのに、外れ。はい。じゃあ別に今と変わんないから、まあ、特に。はい、そう。攻撃が、これエンブレムって装備と一緒なんですよね。装備も、左上の武器、右下の指輪が攻撃に関わるやつで、右上の頭と腰が HP。で、胸と、足が、防御っていう、そのエンブレムもね、位置とその上がるバフ、パラメータは対応関係一緒なんですよね。で、まあ、なので、攻撃を、見ていきたいということで、この勇気の光のエンブレム、今度こっちも見ていきますと、攻撃時。まあ、攻撃時だけでいいか。はい。勇気を探さなきゃいけない。連品は関係ありません。勇気、はい、もうこれ一つだけですね。勇気足りないですね。はい。攻撃時の射撃兵の攻撃力、射撃兵の対モンスター攻撃力違う。はい。これだったら、今の装備の方がいいですね。攻撃時の射撃兵の攻撃力と、レイドに参加する際に射撃兵の攻撃力。ステイですね。いや、一番欲しい攻撃がゲットできなかったよ。はい。じゃあ、この、頭、僕なんか訓練条件とかになってる。攻撃かつ攻撃時。5。ない。あ、じゃあ攻撃じゃない。バフ効果攻撃じゃない。なんだっけ、HP か。もういいや、選ばなくて。嘘。あ、同
同じバフが2つ以上。あ、もうこれないのが確定したな。揃ってないってことじゃん、今の。はい。勇気。はい。防御する際に射撃の HP。攻撃時の射撃 HP や。はい。こういうね、あべこべのやつは使いませんね。はい。残念です。次。胸。あ、やった。バイキング。ちょっとバイキング後で紹介しよう。はい。じゃあ、勇気の海のエンブレムも見ていきます。まあ、防御で、まあいいか。攻撃時。ちょっとドキドキしたいからね、一つ以上で見ていこう。勇気の海のエンブレム。はい。あ、なんか防御がいっぱいあるぞ。防御する際に、攻撃時。はい、違います。勇気。はい。射撃兵の防御力、攻撃時の射撃兵の防御力。あ、これはまあまあいいですね。でもね、レードに参加する際の方がまだいいかもしれないな。攻撃時、対モンスター、はい。訓練中が、はい。レードに参加する際、攻撃時の射撃、これ今と一緒ですね。はい、ダメですね。あ、なんかちょっと違う。あ、今よりはいいわ。今は基本射撃兵の防御だけど、これちゃんと攻撃時ってついてる。はい。もう基本はね、もうエレクトラはもう、エレクトラの基本能力が攻撃する際にって書いてあるんで、やっぱもうね、そこはね、尖らせたいなと思うんですよ。はい。で、レードってどうなんだろうこれ、人のレード参加したときだけじゃないよね。自分がラリーをセットしたときも多分レードに参加扱いだよね。いやでもね、多分単独で殴ることも多いだろうからな。どうしようかな。チーム戦。いや、チーム戦だけじゃないよね。一人で、ねえ、バビューンって攻撃するときもあるからな。はい、ちょっとバイキング出そう。いや、悩みますね。悩みますけれども、悩まなくていいのを引きたかったですね。はい、エンブレム。はい、で、まだ見てなかったのは、左下、足の部分ですね。これも見ていく。はい、まあ、防御はいいでしょう。攻撃時限定で5。勇気3つもある。勇気100倍。ダメだ。ダメだ。アンパンマンにはなれない。はい、ダメでした。ダメでしたね。ダメなんかーい。ダメなんかーい。モンスターとかいいよ。射撃兵でモンスター殴らないよ。はい。まあ、パンは殴るかもしれないけれども。ダメですね。はい。ということで、残念ながら成果はありませんでした。攻撃時の射撃 HP 上げるか。なんか、もうせっかくだから、なんか、何も上げないと悔しいしな。だとしたらさ、防御力上げない？防御力上げようかな。はい。そう、今ね、防衛がね、今、一応だいぶスリム化していて、そう、基本射撃以外ね、少ないんだよな。いずれはその兵を増やすけれども、今上げてもあんまり意味がないんだよな。射撃上げたいんだよな。いや、射撃の防御上げるか。揃ってるの上げよう。ララさん、こんじゃるは、どうもです。この勇気の風のエンブレムは捨てることはないです。嘘です。レベル10がなんか果汁とか出たら多分捨てるかもしれません。遅刻した。いえ。はい、序盤はやっとフラットバフが 60% ぐらい進捗しましたみたいな話をしてました。いや、このね、勇気の風のエンブレム、これいいんですよ。攻撃時の射撃 HP。レードに参加よりはちょっと劣るんですけど、一人で使っても強いみたいなね、感じだから、これはもうね、捨てない。基本は捨てない。ので、こいつあげます。はい。もう HP がね、上がるのね、もう悪いことじゃないんで。っていうことで、もうクイック選択しよう。わーい。これね、レベル10までちょっと上げようかな。今、エンブレム余ってるんで。はい。さっき 1.9 だったんで、3.8 かな？ 3.8 がどこまで上がる？ほい。さあ、次重要。頼む。いいのついて。
援軍の射撃兵 HP 違う。マジマジ方向性が違うよ。攻防。はい、はい、残念です。まあ、まあね、攻撃時の HP が 3.8% だったのが、これだけで、13.3%、13.2% かな上がったんで、まあ、今は許すと。もういずれ食わせるかもしれない。はい。一応ね、エンブレムも、エボニー大好き80%還元。はい。このレベル10の、エンブレムを、餌としてね、あげると経験値が、これに費やした分の8割入るように確かなってるんで、なんていうか、もちろんね、多少損するんですけど、もうしばらくはこれで捨ておけということですね。ひどいよ。そんなのってないよ。はい、はい、はい、しょうがない。悲しみ。いやー、なんか、エンブレム、引き悪いな。はい、まだちょっとね、気を取り直して、まだエンブレムね、まだいっぱいあったはず。まだ388あるんで、せっかくなんで、この機会にね、揃ったやつ、射撃の防御ってどうなんだっけ。防御する際に射撃兵の防御。いやー、まあ防御。防御する際の射撃兵の攻撃力上がるの超偉いじゃん。超偉いね、これ。これあげよう。いやー、でもな、エンブレム、アタックセットしっぱなし。いや、しないか。しないかというより、そう、これをね、戦争、PVP、戦争中とか戦場にいるとするじゃないですか。敵がいるじゃないですか。この神器の切り替えだったら、パッパってできるんですよ。エンブレムの切り替えまでね、多分気が回らないんですよ。私の感覚。多分。だから、もうね、射撃はね、放置したいんだよ、これで。よし、工場兵器にしよう。工場兵器。やっぱね、工場兵器はね、大事ですよ。工場兵器。ね、だって、あれですよね。確か、ジョージ大先生、ちゃんと工場兵器上げてくれますよね。工場兵器の射程距離上げてますよね。射程ボーナス上げてますよね。で、特性も射撃。工場兵器の攻撃力。全兵士の攻撃力。天才には多分しない。天才にはしません。私、そう、射撃。そう、工場兵器も上がる構成にしたはずなんですよ。駐屯射撃兵。工場兵器の攻撃力。はい。よし。いや、どうだろうな。工場兵器って、なんか難しいなって思っていて、工場兵器ってデバフがクソほど充実していて、めちゃくちゃ下がるんですよね。市長を作ってみて分かったんですけど、この属州都市とね、市長、はい、ハーラルさんとか、こう見てもらうと、工場兵器の、敵の工場兵器の攻撃力 35% 下げるでしょ。はい、これも 35% 下げてもう 70% 減でしょ。もうまた 35% が下がるから 105% 減でしょ。はい、ハーラル1体で 105% 下げて、かつセット能力で、下がる120。はい、この市長1体で 120% デバフかけるんですよ。工場兵器の攻撃力。はい。同じことをやり始めるんですよ、マンサムーサさんも。はい。はい。敵の工場兵器攻撃力がっつり下げるんですよ。はい。120。私の、今、このやつだけでも、あとジョージも合わせて、360%、殴ってくる工場兵器の火力が 360% 減なんですよね。で、
ことはそう、相手もこれと多分同様のデバフをつけて殴ってくるはずなんで、こっちの工場兵器の攻撃力も、なんていうか、もう500%、600%下げられる前提になってくると思うんですよ。って時に、工場兵器の火力を上げることって、どこまで意味があるのかっていうのがすごく悩ましいところですね。はい。防御で1000%とか超えるなら意味があると思うんだけど、でもな、防御する際の工場兵器の攻撃力、これどんぐらい上がるんだろう。やってみるか。これ1個ぐらいね、10にすることには価値があると思うんだ。やってみよう。やってみよう。はい。謙遜の影のエンブレム。これ防御のセット能力ですね。ちょっと待ってよ。防御する際にって、この、なんか仲間外れ混ざってるじゃん。誠実。防御する際で一見合ってるようだけど、これ、誠実だ。誠実は大事だけど、こいつじゃない。ちょ、待って。あかんて。こう。誠実じゃなくて、謙遜をつけなきゃいけないですね。謙遜ある？謙遜ないね。謙遜。いや、謙遜、すごい。これ、あべこべだ。なんか間違ったのつけちゃってた。まあ、いっか。とりあえず、これでセット能力が。はい。防御する際に工場兵器の攻撃防御 HP10% アップ。オッケー。まあ、この状況で、あれなんかおかしいぞ。ブロック。はい。まあ、セット能力が有効だったらちょっとまあいいや。なんか、エンブレムさ、沼すぎるよ、やっぱり。難しいな。まあいいや。はい。防御する際に工場兵器の攻撃力。はい。これをね、どれぐらい上がるのかやっていこうじゃないか。頼むよ。10の新能力、頼むよ。いいですね。戦力ガンガン上がりますね。この戦力ってどこに反映されるんだろうね。さあ、頼む。防御する際の工場兵器の攻撃力完璧。きたー。はい、7.6×3 なんで、318の3421、22.8%。きたー。ナイス、ありがとうございます。やったー。めっちゃ強。超偉い。もう怖くてレベル15までいけない。でもこれで 21.8% 火力上がった。いやー、でけえっていうか、これもうちょい上げる？どうしようかな。いや、これね、重要だよね。どうせ、まずしばらく騎兵は使わない。そうだよね。しばらく騎兵は、まあなんか、そもそもフラットバフなんで、このパーセントバフは使えない。射撃はなんか残念でした。はい。火力ね、別になんか大して増えないものにリソースを割く必要ない。もう絶対こっちじゃん。こんなのレベル上げるっしょ。レベル上げよう。これ何個ずつなくなるんだろう。まず冷静に、これね、エボニーあるあるなんですけど、急にリソースなんかなくなって、吹っ飛んで悲しい思いするんで、とりあえず、ラリー挟んで、冷静になろう。冷静になろう。はい、エンブレム、271。まだいっぱいあるよ。まだいっぱいある。じゃあやっちゃおう。どこまで強くなる？クイック選択。こう。なんで星付きの方が伸びるんだ、パラメーター。おもろ。デフォでもともとついてたやつは 8.5 なのに、追加でついたやつは伸び率がいいですね。9% になってる。レベル上げとくじゃん。5。
9.4、9.4、10.1。これ大丈夫？これやりすぎ？これ46個使うよ。46個使うよ。46個使うよ。199？ あ、もうこれに全部パだな。全部パだな。いいでしょう。いいでしょう。ね。いいものにはかけるでしょう。いや、強っ。はい、30%。もうゴンにはないよね。あ、ゴンにある。行くか。どっちみちね、どっちみちそもそも厳選しないと全部ゴミだからな。つまり、使おう。GO。6000は6000はさすがにない。オッケーオッケーオッケー。ここで止めとこう。いや、十分。はい、これで、防御する際の工場兵器の攻撃力が、34、35% ですね。35% 上がりました。としおさん、コンジャルです。どうも、コメントありがとうございます。はい、今、エンブレムを育成してましたということで、はい、お気に入りのエンブレムができました。まあでもな、エンブレム、欲を言えばね、もうちょい上がってくれると嬉しいんだけど、これ、さあ、最大レベルいくつなんだ？ 15 か最大なのかな。まあなんか20ぐらいいきそうな気がするけどな。まあ、これもうね、レベル15の能力アンロックするの怖すぎるんだよ。はい、これはもうしばらくこのままにしようと思います。十分強いです。まあ、とはいえね、やっぱり、装備の方がね、やっぱりパーセントの伸び方が強いから、やっぱ装備って重要だなっていうのなんか改めて思いますね。でもエンブレムお高いんでしょ？不思議。どういうことなの？はいはい。まあ、工場兵器、はい、上がってよかった。まあ、あとはね、歩兵も防御のやつ結構いいんですよ。防御する際の歩兵の HP とかね、歩兵の攻撃力とか上がってるんで、これも一応、こっちも防御力。これもね、歩兵も防御力上げときたいんだよな。ちょっと絞り込む前に、違うな、育成する前にやればよかった。厳選すればよかった。まあ、いっか。はい。こっちかな。防御する際の歩兵の防御力。この辺とかはね、ちょっと、少しレベルを上げとこうかな。レベル5。これは援軍の歩兵。まあ、こんなもんでしょう。あとは防御する際の工場兵器はね、防御力とかあんま関係ないと思うんだよな。火力だと思います。はい、騎兵。まあ、騎兵はね、まあ、ある程度なんか上げたからいいかな。吉部さん、エンブレムレベル20までみたいです。レベル20まで、いやー、果てないけれども、まあ、ってなると強いですね。だってあと6段階上がって、まあ、少なくとも 0.5% ぐらい上がってたからな、多分。3% ずつとか上がるから、15% ずつとかになるのか？だとすると、15、30。もし同じのがついたら、まあ、これだけで 60% ぐらいつくから、だいぶ強いな。いやー、エンブレム、沼すぎますね。まあ、沼すぎるけれども、まあ、期待した、はい、それなりに良かったかなと思います。本当は射撃兵ですよ、射撃兵。射撃兵のね、その攻撃時って書いてあるやつを、なんとかね、したかったんですけど、ちょっと今回はね、引けなかったということで、また、基本的にはね、このね、容量が500いっぱいになるまで貯める。500まで貯めて、そこからね、いいエンブレムがあるかを厳選して、育成するっていう、なんかサイクルでずっとやってるので、で、だいたい2ヶ月から3ヶ月。感覚的には2ヶ月から3ヶ月でこれ埋まるんで、
はい、またね、3ヶ月後ぐらいにちょっと厳選していこうかなと思います。はい。まあ、基本はね、アタックの射撃。はい。射撃のアタックエンブレムを、優先してね、厳選したいなと思ってますと。はい。というところで、よいしょよいしょ。モンスター脱出。今日は11時から、バイキングチャレンジがあるはずなので、今週こそ忘れずにやっていきたいと思います。あと20分ほど。はい。ということでね、エンブレムについては、そう、タイトルのね、またエンブレムを構成する季節がやってきたということで、はい、エンブレムの季節は終わっちゃいましたので、夏のエンブレムの陣はおしまいです。3ヶ月後、また秋のエンブレムのね、合成する季節にやっていこうかなと思いますと。いうことで、はい、最初のね、お品書き、まあ、なんて書いたっけ、なんか小説っぽいやつからしたら、僕たちはどう育てるかにしたんだ。そうだ。はい、一旦ね、はい、常時の準備がほぼほぼできたので、射撃にシフトしてますっていうところと、あと思い出した、ですね、装備がですね、指輪とかがもうドラゴンの鱗がきつすぎて作れてないんですけど、ブーツとかはもうあと2個ずつ、ブーツもあと2個ですね、勇気じゃないな、勇気だ、ブーツは勇気をあと2個作って、あと胸当てもあと、2個かな、はい、作るともう、全部ね、予定通りの数に達するんですよと。はい。で、今ちょっと悩んでるのが、激得イベント。今、消費還元イベントで、製造来てるじゃないですか。製造のスピードアップが来てるんですけれども、はい、作ってるね、途中のやつのスピードアップして完成させて、まあ、4分の1完了したんですけど、残りね、この75K 分のために、製造を開始するか、それとも、このスーパー強化の、なんか製造のこの消費還元イベントが来るのを待つかをね、ちょっとね、若干ね、悩んでるんですよ。はい、という悩んでるんですけれども、結局、私今、素材がね、足りてないんですよね。はい、正確には、この、大体赤の素材は、まあまあ、それなりにあるんですよ。まあ、いくつかね、ちょっと足らないのとかはもちろんあるんですけれども、これも別に青とか合成すれば、それなりには増えると思ってますと。壊滅的に足らないのが、皮と、鱗なんですよ。鱗ね、90あって一見、たくさんあるように見えるんですけど、アケメデスのワンセット揃えるのに確か130。胸と足以外の4箇所を30ずつと1箇所40なんで、120プラス10、130。そう、130必要なんですよ。で、今って90しかないんで、そもそも40足りてないんですよね。ワンセット作れないんですよ。でもワンセット作れないっていうことは、次の、その、製造の還元イベントのタイミングで、そんなに装備作れないから、ランキング狙えないじゃんみたいになっちゃうんですよ。これが悩む。皮って足りなくなるんでしたっけ？ですね、皮はですね、一応、比較的使うやつです。正確には、皮を使うのって、足と胸なんですよ。なので、これってもう終わる装備、その、竜の鱗を使わない装備、
先行してたくさん作ってるやつだから、これはなんというか、足らないけど、なんかそんな困ってないっていうやつですね。はい。どちらかというと、この川はですね、あと、武器、装備4つ作れば OK だから、4×70 だから、280、全部280最終的に残りあれば OK なんで、まあ、合成とかしていくうちになんとかなりそうなので、これはなんというか、急いで作ってるから、これ、局所的に足りないだけで、多分、あんま困ってないやつです。月見さん、ジャルさん、お疲れ様です。コメントありがとうございます。製造スピードリワード良くないので作ってないのですが、はい、そこがちょっと悩むポイントかなと思っていて、はい、この製造スピードアップのリワード、そんなに良くないんですよね。そんなに良くないんですけど、ワンチャン、どうでもいい、ドラゴンの鱗じゃない素材を使って、レベル5ドラゴンの鱗を引けたらいいなと思いつつ、これね、確率が 8.3% しかないんですよね。これがえぐくて、ね、悩んじゃうなって感じです。ヒカさん、コンジャルは製造イベントと SR イベント終わって素材すっからかんです。そうですね。そう、超お得な育成ですね。はい。これもあって、私も食べさせていたんですけど、さすがに装備の製造で使ってるので、今回ね、45位で終わりましたね。まあ、ただ、必要なね、ものは交換できたんで、よかったかなと。はい。賢者の石、またここでも交換しました。はい。そう、ちょっとね、惣菜すっからかんなんですよね。そう、今まさにその装備作りに力を入れてるからなんですけど、変わって不足するイメージなかったので、そうなんですよ。そう、不足するイメージないと思います。なんていうか、均等に作ってたら多分不要なんですけど、私の場合は、この本田忠勝さんとかね、この辺のアーマーと足だけ先に作ってるんですよね。もうドラゴンの裏子必要ないんで。で、あとね、この2つと、あとこいつか、こいつの分を用意して、あともう1人誰だっけな。あれ属州都市にいつもつけてる。属州都市が、1、2、3、4、5、6、7、8。そうだ。アルミニウスが今ね、無駄に、ドラゴン装備にしてるんですよね。もう完全無駄なんですけど。だから、アルミニウスの装備と、A 賞の、装備なので、そうやっぱ4セットですね。4セット作れば、もう、胸と足はね、完了なんですよね。で、胸と足を作るだけでも、はい、工場兵器絶対殺すマン。騎兵の防御力も下げるマン。はい。こっちもそうですね。足と、胸だけで、工場兵器と騎兵へのヘイトがやばいですね。はい。はい。こんなんじゃね、工場兵器で殴りに行けないですね。月見さん、8.3% でドラゴンの鱗が出るんですね。いや、そうなんですよ。はい、この 8.3% を狙いに行くかっていうそう、もうね、別にリワードはね、大したあれじゃないんですよ。ただね、おそらく、担当感をつけない、人気も変えないっていうナメプにすると、まあまあな時間かかるはずなんですよね。まあまあの時間がかかるはずですと。はい。41デイでしょ？ 41 デイ。41デイって何分だ？いけんじゃないか？計算しよう。41かける、60かける、60じゃない、20、いいのか。24かける60だ。だから、これだけで、大していかねえな。41日でしょ？ 24 時間でしょ？ 60 分でしょ？ 5万 59K。59K しかいかない。59K 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 いけば、
あ、2個装備作っていいな。1個は作りきる、2つ目を途中で終わらせる。ってやれば、一応装備の素材は、2セットだけで済みますね。ヒカさん、余ってるのは、隕石と骨だけです。あ、そうですね。はい、隕石は、もう足しか使わないし、骨も体の上、胸しか使わないんで、そう、隕石と骨は絶対余るんですよね。わかります。私も隕石と骨はもう優先的にドラゴンに食わせてました。はい、わかった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 。装備は、結局、PVP で使うので、今すぐ効果を発揮するので、作ろう。で、ハッパーチャレンジしよう。ってことで、攻撃を下げるブーツ優先で、ブーツを1回作ろう。GO! で、お助けは一応ね、お助けはちょっとね、もう紳士のたしなみでやろう。はい。まあ、お助けもしないっていうね、ナイフはあるん。助けする必要ある？する必要なくない？消費しろって言ってるんだぜ。むしろ最後の最後で、いや、ビビたるものだな。まあ、いいや、後でやろう。はい、ということで、決めました。はい。即決です。この消費還元の、製造スピードアップは、きっちり100京分になるようにやっていこうかなって思います。はい、あとはね、まあ、罠スピードアップ。罠スピードアップも、リソースはいらないんです。リソースは別に大したことないんですけど、はい、この 8.3%、これを狙うために取ろうと思います。はい、全部でね、15、プラス、一応ね、こっちで、レベル3から4の素材もあるので、全部、ゲットした時の、一応、まあ、ドラゴンの鱗の期待値あるでしょうと。はい、ドラゴンの鱗を必要としない、リソースを使ってドラゴンの鱗を、ゲットするかもできるかもしれないチャンスと捉えることにしました。はい。やむなし。まあ、どっちみちね、作る予定だったやつなんで。いいや、作っちゃおう。はい。で、あとはゴールドのね、消費還元なんですけど、これもう一瞬で終わっちゃいましたね。むしろもう飛び越えて、もう 427M なんですよ。これね、もう一個先の 500M とかのね、リワードを作ってほしいですね。はい。足らないです。足らないです。リワードが足らないです。はい。これはね、ちょっと前にあった装備の製造の、はい、装備の製造で作った装備を軒並み限界突破かなして、あ、そう、もう限界突破したからね、これもう出てこないんだ。そう。あ、出てくる。残ってるわ。はい、もう金使いすぎたからやめようって止めたのがこれなんですけど、はい、この限界突破をね、していくことで、すぐにお金は達成してしまいましたと。むしろ、あんまり調子こくと枯渇するなと思って、これ止めて、まあ、1個だけちょい残しした感じですね。はい。いやー、ちなみにさ、今製造でさ、足作ったけど、次胸作ると、素材って、あ、そうだよね。やっぱ皮だけ足んなくなんだよね。そう。先に皮だけ、そう。竜の、ドラゴンの鱗を使うか、皮を使うか、みたいなね、そんな、ところなので、まあ、皮20溜まるのであれば、まあ、もう1個やるかな。まあ、一応、素材もね、いつもね、開けてるんですよ。もう、ボン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 開けてるんで、あんまりストックなくて、一応、今、バイキングで、たくさん落ちるんで、引き続き頑張ってるんですけど、はい。なかなか厳しいですね。あ、バジリスクだ。バジリスク殴ろう。あ、そういえば、バジリスクで思い出した、まだね、正規コレクション、リワード受け取りのね、期間が24時間ありましたね。これ、忘れずに皆さん、引き換えストアでね、リワード控えてもらえたらと思うんですけど、
正規コレクションしか出ないんだ。はい、先週の配信で皆さんコメントしてくださったバビロンのなんちゃらみたいなね、やつが、うちのサーバーないですよっていう話をさせてもらいましたと。で、あれ、理由が分かりましたというか、うちのサーバーはまだ、実装されてませんっていうのが、正しいというか、はい、正確な内容でしたと。っていうのも、バビロンでゲットできるアイテムって、特性レベル5、特性5に関する、アイテムがもらえるイベントだったと思うんですよね。で、残念ながら、うちのサーバーは特性5出てないんですよ。特性が今4つまでしかなくて、ただ、古いサーバー、どこからどこまでが古いサーバーなのかわかんないですけど、はい、少なくとも私のサーバー1186かなは、まだ特性5が実装されてませんと。で、念のため、私が、特性3までしかなってないと。4まで転載にしたら、実はアンロックで出てくるんですかねっていうので、強い人に聞いてみたんですけど、いや特性4まで特性4転載になってるけど、特性5出てないですということを教えてもらいまして、ということで、うちのサーバー、特性5がないから、バビロンの、イベントというかアイテムが落ちなかった。バジリスクを倒しても、なんか特に意味がありませんでしたというところが、クリアになりましたと。はい。先週ね、コメントをくださってありがとうございました。ちょっとね、そもそも特性5の存在を知らなくて、はい。バビロンについてを調べていったら、そこに行き着きました。うちのサーバー特性5がねえからじゃんっていう。これね、でもね、これね、特性5がないっていうのは、つまり、格上の古いサーバーに当たると特性5を持ってるから、その分、その強い人はより強いっていう、なんていうか、絶対使用上埋められない壁があるじゃないですか。これ、えぐくないですかねっていう。はい、ララさん、なんと、月見さん、オーマイガー、ヨシエさん、なるほど。はい、いや、そうなんですよ。はい、いや、そうなんですよ。残念ながら、はい、別にね、私はそもそも、4つ目の特性天才なんで、まだしばらくできないんで、関係ないんじゃないんですけど、はい、ちょっと、強い人たち同士の戦いでも、明確な差があるっていうね、なんか残念な情報が分かってしまいました。はい。まあ、ということもあってですね、それが分かったので、私は、あれどこだっけ、アイテム。こいつだ。はい。毒炎の冠バジリスクをね、出すやつ、1個も結局使いませんでした。貯めておいて、次のね、イベント、もしその特性5が実装されて、このバジリスクのイベントがまた復活したときに使おうかなと思って貯めてます。はい。はい。いや、そんなからくりサーカスでしたね。よいしょよいしょ。いや、道理で、なんか、ないわけだっていう感じでした。なんか、噂はね、聞いてたんですよね。いや、よく聞く噂的には、古いサーバーになくて新しいサーバーにはあるみたいな話はよく聞いてたんですけど、こっちのパターンかっていうね、感じでした。はい。ララさん、特性後は3つ目まで金色にできていればつけられるらしいです。4つ目を最後まで行く必要ない。そうなんだ。そうなんだ。じゃあ別にうちのサーバーの人たちも、私はダメだけど、他の人もかなりワンチャンある。へえ。なんだ。月見さん、そう、からくりサーカス。からくりサーカス、もしご存知だったら嬉しいです。牛音虎の藤田和弘先生ですね。はい。吉部さん、うちのサーバー736は枠できてますね。あ、そうなんだ。説明が書いてありました。やってないからこれ、ありがとうございます。なるほど。ちょっとね、きっといずれ実装がされると思いますんで、
気長に増したいと思います。私はもうね、先に、そう、エレクトラのね、特性を天才にしたいなと思っていて、はい、もうね、上げようと思えば上げられるんですよね、こいつかな。この射撃兵の攻撃。これはね、ルーン的にはもういける。で、この包囲。これもルーン的にはいける。射撃兵なです。これがね、今 4.7 系しかルールがなくて、7200個も必要なんで、こっち無理ですね。はい。ただ、上げるタイミングが見極めたくて、もちろんそのジェムが使うだけじゃないので、なんだっけ、同盟総動員かな。同盟総動員の、エピック200点とか240点のポイントを取りに行くときに、ルーンを何個使えみたいなクエストが出てくるんで、その時にね、上げたくて、これはね、貯めてます。はい。今後ね、もうエピック以上、200以上の金色のクエストを取らないとリワードがゲットできないっていうのが分かってるので、そういう時にはね、こういう速攻を上げられるやつ、ジェムさえあれば、そう、適切に貯めておけば、一気にできるってやつのためにね、そう、ちょっとね、わざとこれ取っといて、わざと取っといておるって今ね、完全に、なんというか、強がりですね。ジェムは今足りてません。64000しかありません。皆さん、特性語って私には当分関係なさそうだから調べてじゃなかったです。いやー、なんかね、天井人のやつですよね。月見さん、ほんと助けられました。ララタン、あざす。早速やっとる。素晴らしいです。はい。いやー、そう、まあ、バフはね、ついてて悪いことはないのでいいと思います。私もつけたい。いや、まだ、ちょっと特性3まで転載しようと思います。素晴らしい。はい。ということで、なんだっけ。まあ、戻ると、まあ、エレクトラはね、今、ガン上げしたいなと思ってやっていますということで、そう、ちょっと待てよ。今もしかしてだけど、23時になったからバイキングチャレンジやってるんじゃないの？まだだろ？よし、オッケー。まだ。危ない。そろそろ来ると思うから、見とこう。きみさん、すごい。チャル先生と皆様のおかげです。私は、たまたま、喋るくらい皆さんのコメントで成り立ってます。ありがとうございます。吉兵衛さん、パワーストーンは使わないんですか？パワーストーンって、パワーストーンって言ってんのは、ラッキーストーンのことですかね。このラッキーストーンの話になってるかな、多分。この幸運の5個。ですね、このラッキーストーンの、なんていうか、上がり方がわからなくて、上がり方がわからないっていうのは、このダブルエキスポ率って 5%、10% ってなってるじゃないですか。これって、この、80ずつでやった時しか効かないのかどうかとかいうのと、この、結局、どこまでやってもパーセントでしか、90%でその100%にならないですよね。だからなんかあんまり使いどころが微妙かなと思っていて、一応ラッキーストーンはこの特性4かな？特性4が一番そのルーンが集まらないと思ってるので、特性4の時に使おうかなと思って、特性1、2、3で使うのはちょっと若干もったいないかなと思って貯めてますね。ララさん、特性5は専用のアイテムですね。そっちだった。そう、はい。そう、ヒカさんやララさんもそうコメントしてくださってる通り、そう、多分、結局、ルーンのね、ルーン箱の確率が、全体的にそうなんですけど、エボニーの確率は結構本当にこの通りの出目になっているので、やっぱ不死のルーンストーンがね、明らかに出づらいので、不死のルーンストーンのこの特性4を上げるときに向けてそう温めてるっていう感じですね。ただ、なんというか、結局で、運だから、気休めなのかもなと思いつつ、なんか9個ね、設定するのがいいのか、
もうなんか50ぐらいにしとけばいいのかとかね、この辺もね、なんかよくわからないから、なんか私ね、もうこの仕組み自体がそんなに好きじゃない。使ったことがないけど、すでに好きじゃないみたいな感じがしてます。これだって10個使って90%アップしたのに、10%引いたらダブルドロップしないんですよね。アホみたいですよね、これ。辛すぎる。ヒーローさん、貯めておいて正解だと思います。はい、ありがとうございます。さくらのためさん、こんばんは。こんばんは。どうもどうも、ありがとうございます。今週もありがとうございます。ヒカさん、私、この間、エレクトロの4つ目が天才になりました。すごい。おめでとうございます。いや、ヒカさん、バチバチに育ててますよね。ツイッターでも、拝見していますが、いや、めちゃくちゃ素晴らしいと思います。いやそう、私もね、そう、エレクトラをね、早く強くしたいんですよ。吉兵衛さん、3から4にするときに使うですかね。いや、3から4というか、4を上げるときですかね。4を上げるときに多分使う感じですかね。はい。グラマスから天才とかじゃなくて、もう4のときに、4を上げるときには、もちろん多分大変なやつのときに使う方がいいかもしれないですけれども、4つ目に使う分にはなんかいいのかなって感じがします。美課金なので苦節9ヶ月。いやー、素晴らしいです。私は苦節何ヶ月だろう。なんかね、この前、300超えたなーみたいに思った気がしたんだけど、あれ、ログイン日数ってどこに出んだっけな。反映かな。反映、300超えてないや。私は280日なんで、30であると、7.5 ヶ月ぐらいです。7.5 ヶ月ぐらいなんで、はい、9ヶ月じゃ追いつけないですね。9ヶ月じゃ絶対追いつけないと思います。素晴らしいと思います。ララさん、一人ずつ順番にですよね。はい、いや、そう出たと思います。一人ずつやっぱ順番に育てるしかないかなと思って。私もまるちゃんだけ苦節丸年。丸年。9ヶ月と丸年の違いが。ヒカさん、その日数ちょっとずれてませんか？これね、わかんないです。ですね、私、多分始めたのは、私、9月とかのはずなんですけど、私、最初の1、2ヶ月ね、ログイン全然してなくて、ログイン日数は多分こんなもんかもしれないです。期間で言うと、もうちょっといってますね。さくら夏江さん、反映でカウントされてる日数ってずれてないですか？やっぱずれてんのかな？もうそもそも違う？もしかして。何を参照するんだろう？みんな違うんだ、じゃあこれ。実績という制度がスタートしてからじゃないかな。みんな 280？ 僕も1、2ヶ月ずれてました。そうなんだ。じゃあ、もう私、そろそろ60、340ぐらい？実績ってそうなんだ。とかもしかしてじゃあ、皆さん 280？ 違うわ。これか、多分。古い人は実績途中から始まったからわからない。歴史の歌か。これ最初って、なんかその、サーバー戦争が始まるぐらいまで、なんか歴史の歌みたいなので、なんていうか、クールタイム的な期間がありますよね。これかな？私多分ね、9月5日に始めてるんですよ。だからもう11ヶ月だな。私は初日に同盟を作ったので、そっちで見てます。そんなことができるんだ。私9月5日ですね。9月5日に始めてるわ。そろそろ1年。転生するとそこのリワードまるっともらえます。そうなんだ。知らないというか知るのが難しすぎる。
あ、でもなんかこれ9月4日とかいうのもある。まあなんか、はい。やっぱ9月ですね。9月ぐらいに始めたようなイメージがあったんで、9月の4、頃あたりに始めてるっぽいですね、私。で、なんか続集図書をね、ゲットできなかったかわいそうな顔らしいですね。なんだ、最初の方、全然、もうなんか1週間に1回ぐらいしかログインしてなかったから、そのせいでなのかなみたいに思ったんですけど、皆さんずれてるんですね。なんだなんだ。じゃあ、だとすると、私は苦節11ヶ月です。苦節11ヶ月で、まあ、やっとそれなりに戦力が揃ってきたかなって、なんかずっと話してて忘れてたぞ。あ、やった間に合った。バイキング、アイスブレーカー。わーい。遠征するとこのリワード丸々もらえないんだ。私なんかもらえないなって悔しいなって思ってたけど、それどころじゃない方がいらっしゃった。なるほど。まあ別になんか今見ると大したリワードじゃないなっていう感じなんであれなんですけれども、この時のリワードは最高でしたね。タイミングバッチリでしたね。バイキングがですね。いや、バッチリでした。いや、本当に今思い出してよかったです。ありがとうございます。あれそういえばってなりました。はい。さて、そうなので、そう今ね、まあ、育てる順序としては、ジョージがほぼ完了したので、次はエレクトラを育てようと思いますというところでしたね。はい。リワードよりもクリアできなかったことは悲しかった。いや、それはそうです。私はなんていうか、図鑑を埋めたいタイプなんですよ。図鑑を埋めたくなっちゃうたちなので、こう並んでるのに、この絵だけ灰色なの、すごくね、許せない。悔しい。いや、悔しいけどもう負け惜しみでね、こんなリワードはいらねえよって言ってる。そんな感じなんですけど。いや、でもね、実績システムとかね、もう課金じゃないと取れないとかって悔しいんだよな。そうなの、埋めたいの。いや、そうですよね。いや、超わかります。もうね、実績とかもめっちゃ埋めたくなるんですよ。めっちゃ埋めたくなるんですよ、この辺。あ、てかあれいつの間にかエレクトラ結構強くなってきたな。5.8M でしょ？ 5.8M って、そろそろ将軍ランキングワンチャンあるんじゃないか？はい、仙外。はい、仙外だけど、やっぱり 5.9M だよね。5.9M な気がしてた。あら、ワンチャンあるな。ワンチャンあるな。これ、私、文明装備1個しかないけど、特性とか上げたら、将軍最強ランキング乗るな、そろそろ。あ、いけるな、これ。おー、いや、まあ、特性はね、もう上げられ、いや、ジェムがないから上げられないや。嘘ついたわ。ジェムさえジェムさえあれば乗るな。やったー。わーい。ジャルさんのエレクトラさんめちゃくちゃ強いです。なんか、ちょっと良かったです。ありがとうございます。なんか、思いのほか、そう、5.8M ってなんか、思ったより強いなと思って、多分、ちょっとだけ装備の厳選をしたから、装備の戦力上がったのもありますね。やっぱりこれとか4.1とかもあるもんな。はい、その、装備の戦力でね、かなり大きく変わるはずなので、しっかりこの辺を厳選すると上がっていくんだろうなと思っていて、そう、このね、装備の厳選をちょうどしようと思ってたんですよ。だけど、今ね、舞台が帰ってきたことしたから、まだだな。そうだよね、アイスブレーカー終わったよね。多分そろそろね、次のレベル2が来そうな気がするから、ちょっと待機しよう。次の画面行くので絶対忘れる。わーい。その間にちょっと開けてよな。あ、王様からアワードもらいました。ありがとうございます。元同盟で同じだった女王様にいただきました。ありがとうございます。あと、
王の花道ですね。はい、今回も無事攻略することができました。はい、このね、はい、10スタミナ99、これが嬉しいんですよ。そして素材箱、やつ、あざす。あとは、はい、メフメトさんもね、増えましたね。メフメトさんはね、すぐに起こしちゃうんで、そう、メフメトさんね、この行政庁の元老院にね、くっつけるのがいいなと思ってるんですよ。思ってはいるんですけども、はい、レベル7に達して解禁ということで、はい、レベル7にしたいんですが、精霊の部屋レベル34、はい、レベル6にするのに、34が必要ですね。レベル7にするときには、きっと精霊の部屋レベル35ということで、無理ですね。はい、私のメフメトさんはしばらく輝かないです。月見さん、今冒険始めた日見てきました。こんなところで見られるとは。あ、そう、この歴史の歌のこの一番最初のやつですよね。はい、冒険を始めるということで。はい、私は9月5日でした。2022年の、正確には、2022年の多分9月4日に始めて、レベル6にしたのは9月5日、舐めてますね。この最初、クソレベル上がりやすいのに、これやってないっていうのが丸分かりな。はい、私最初の頃ね、タブレットでやってて、スマホでやってなかったんですよね、ゲームを。で、てかもう最初の2ヶ月タブレットでやってて、でもなんか、あまりに焼かれたり、その研究とか建設もはかどらないし、それなりの同盟に入ったからもうしゃあないから観念してスマホでやろうって言って始めたのが、そう、多分10月ぐらいだったと思います。レベル2が来ない。レベル2を待ちつつ。ということで、あとは、そう、何をしようかなと思ってたんだけれども、今この間に、そう、アイテムを開けていこう。はい、猫ちゃんはね、貯めてます。1000になってから開けようと思って、ちょっと貯めてます。ただ、それ以外のアイテムは集めて、これ、秘宝ボックスだ。秘宝ボックス開けたいと思ってたんだ。秘宝ボックス開こう。秘宝ボックスね、そろそろアンロック、レベル2になるんですよ。1足んない気がする。妖怪1足りない出てきた気がする。ちょっと待てよ。頼む。そう、私の記憶では、帝国院、これがね、4でした。1どころじゃありませんでした。4足らない。はい、あとちょっとなんですよ。帝国院が今一番近くて、あとはまだね、結構あるんですよね。このファベルジェエッグね、これをレベルアップすると、このチャレベチエッグとかいうね、もうなんか読めない名前のやつがね、出るようになるんで、これのアイテムがね、いいらしいんで、早く取れるようになりたいんですよね。はい、まあ、素直にね、バフがめちゃくちゃ上がるんで、そう、これ、早くアップしたい。ヒカさん、歴史の歌見たら6個だけもらえてた。期限長かったのかな。ギリギリ間に合ったってことなんですかね。やったバーサーカー出た。わーい。ゴーゴー。そう、ちなみに、私、いつもね、スタミナが、枯渇してたんですけど、今回は、ちょっとだけ、余力があります。今この段階でスタミナ186あるんで、このね、木曜からの、ユミルにも、これ耐えれるかなと思っています。はい。とても嬉しいです。はい。これね、何かっていうと、資源の消費還元イベントですね。先週お伝えした通り、RSS の、消費還元イベントで、これまで 5B だったんですけど、10B 全部達成したんですよね。4種類とも。で、1種類につき40のその100スタミナがゲットできたんで、合計160の100スタミナのアイテムをゲットすることができました。はい、160の、それ前までももらってるはずなので、すでにね、大量にスタミナ溶かしてるんですけれども、
そう、スタミナがね、いっぱいもらえたので、たくさんね、出撃がすることができるようになってて嬉しいです。今後も安定して 10B の資源消費をクリアできるようにならなければいけないとね、強く思いましたね。はい、重要です。資源の消費還元めちゃくちゃ重要です。でね、調子こいて上げてたシリーズ、はい、さっき序盤にね、その防御のやつ全部上げちゃいました、上げ終わりましたみたいな話したんですけど、今度軍事力招集もね、今上げてるんですけれども、はい、もうね、要求する賢者の石数の多さ、はい、これも上げてるかわかんねえや。維新か。これもね、600とかいるんですよ。もうさ、賢者の石712しかなくて、バイキングめっちゃ出してるんですけど、これ今上げてるこの明星上級、これも550とかなんかそんぐらい確か使ったんですよね。はい、騎兵の訓練上限をね、上げたからなんですけど、はい、これもね、633で見えてますよね。もうやばいって、賢者の石リワード交換しても足んなくて、はい、ちょっとね、1日1研究しかもうそろそろできないなって思ってます。はい、早く賢者の石をジェムで買いたいんですけど、もうちょっとお金がないんで、はい、悲しいです。何の話をしようと思ったんだっけ。思い出した。今、激特イベントスーパー強化ですね。これ、水曜までですね。水曜まで、この、消費のタイミングで、木曜日は、交換の猶予期間ですとなってますと。ということで、今って強化石使って OK なんですよと。で、もう一つあって、こっち。毎日クエストの方ですね。これ毎日クエストの、毎日、その、強化をしてリワードがもらえるやつで、これね、重要なんですよね、これ。ここでも、しっかり、この、アイテムもらえるんですよ。はい。今ね、もう、何があっても素材が欲しいのと、特に、この、行軍時間短縮ね、これでもめちゃくちゃ重要だと思うんで、はい。で、将軍の強化は簡単なんです。150回、やんの別にもうお金だけで済むんで、ほぼ。もちろんね、ジェムを使った方がいい場合もあるんですけど、基本はね、お金で解決するもので終わらせるのが楽ですと。で、装備の強化。装備の強化も、いつもなら、この強化で、このわざとね、青の指輪とか1個残しておくんですよ。これを、強化をね、すると、強化石1個。なんで、150回。150回、なんかポチ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 ってやってると、強化石150個で、このリワードがゲットできて、かつ、こっちのね、スーパー強化のランキングにも影響して、こっちのリワードにも影響あるっていうことで、今ね、多分これ上げるタイミングなんですよね。ヒカさん、結局、ジェムを貯めるには SVS 頑張るのがいいんですよね。いや、そうだと思います。そうなんですよ。ジェムを稼ぐためには、やっぱりこの SVS のリワードをしっかり稼がなきゃいけないと思うんですよね。なので、私は殴り力を上げたくて、はい、私ね、今、リワードがこのブロンズまでしか1回シルバー1いったかなくらいなんですよね。でもやっぱり、しっかり防衛力があって殴る力があると、コンスタントでね、この上の方のリワードが取れるようになるはずなんですよね。で、そうすると、ルーンももらえる、秘宝ボックスももらえるっていうね、もういいことつぐめなんで、やっぱりサーバー戦争、SVS をね、勝てるようになるのが一番いいと思ってるんですよね。っていうのでね、だからまずは防衛力の常時育てて、ある程度育ててきたので、エレクトラを上げるっていうそう順番でね、今やってるんですけれども。吉部さん、お金で解決。お金で解決はあれですよ。私、無課金なので、こっちの右上の 58.4M の58.4M どころか、私、使いすぎてもう 427M 使っちゃったんですけど、はい、こっちのゴールドでね、解決するのはね、もう一番、ジェムは使えません。さあ、そろそろ、グランチーフ。わーい。
わーい。殴ります。はい。っていうので、そう、今って、そう、強化をするのは別に今いいタイミングだよねと。で、普通なら、まあ、なんか、青装備をやればいいんですけど、今これあげりゃいいじゃんっていう、これあげればいいじゃんっていうので、厳選をね、していこうかなと思いますと。はい。この足、ね、どれにしようかな。火力、火力、火力ってもう上がった？基本は火力上げたいよね。あ、射撃兵の攻力 24%。はい、非常に強いんで、ここは上げれません。そう、ジェムを使わない範囲で強化をするっていうのがいいのかなっていう。これも 17.3% 上げません。はい、HP を上げないですね。装備の戦力が低いやつを上げるのが賢い。38378。頭だな。頭上げよう、頭。はい、こいつの HP が金色になってますか？なってますね。多分金色の中でもちょっと最弱かもしれないけど、一応金色だから、やっぱ足だわ、足ですね。はい、足の防御が金色ついてない。てかこれもうフラットなんで、オレンジとか関係ないですね。はい、ということで、これが、何回だ？ 150 回 ?150 回だよね。はい、150回になるまで別に上げていいんじゃないかなということに。で、そう、ジェムをね、使わない強化。ジェムを使わない強化っていうのが大事ですね。はい、今、ジェムの消費還元中じゃないので、はい、ジェムはね、なるべく、もうこの祭祀と闇市で買う以外では、もうジェムは使わないという点を鉄の意志で貯めます。ところで、ヒドラにはまだいけない。まだいけません。はい、ということで、はい。じゃあちょっと、エレクトラさんの戦力が 5.9M いくかチャレンジやっていきたいと思います。はい。じゃあこのね、装備がね、強くなったら 5.9M ワンチャンいくと思うんですよ。ワンチャンいくでしょ、これ。はい。ピン。はい。これね、配信中にやることでもないかなっていう感じがするので、ある程度やったら、もういいやって、後で、裏でやろうってなります。でも、なんか黄色になるだけで、マックスついたぞ。わーい。わーいじゃぬえ。射撃兵の荷重が 25% つきました。完璧ですね。これはちなみに戦力は上がったんでしょうか？はい。389640。上がってねえな、あんまり。あんま上がってないじゃないか。おい。おい。はい。まあ、まあちょっとね、こんな感じで、ジェムを使わない範囲で強化をしていこうかなと思います。で、まあ、ある程度ね、やったら、普通に青装備あげようかなと思います。マジ、果汁 25% はさ、ちょっとさ、運営さん空気読みすぎですよ。いいですよ。そういう、なんかさ、違うよ。そういう面白さじゃないよ。頼みますよ。マジで。本当に。いやー、ひどいな、今の。信じられない。間に合わなそう。やめよう。失敗する。スクロール、ボールじゃやりづらい。帰ってきた。オッケー。はい。まあ、こんな感じでね、強化をすると、今なら、この火曜日と水曜日の間であれば、このスーパー強化の、ところに、しっかり、ランキングに跳ねてくると思うので、まあ、上げてもいいのかなと。あとは、このね、交換チャンス、これが、許す範囲でですね、やっていくといいのかなというところで、今、最後の2日間、ロスタイムだと思ってます。ということで、上げていこうかなという感じですね。いや、もうほんとね、荷重とかもこのゲームで一番いらない子もね、ほんとね、考え直した方がいいと思います。この兵士の荷重。これもう誰が望んでいるのか。はい。もう、信じられない。いつ使うんだ、これ。でも、まあ、いいや。はい。
まあそんなところですね。あとはね、ドラゴンの強化でも、その強化石がね、使うところがありますと、ただこっちね、ジェム使うので、で、バッジも最近ね、使いどころがあるせいで、ちょっとね、こっち、ドラゴンを上げるのは上げづらいですね。ただ、賢者の石の生産で、私、ドラゴンを20回強化するっていうのがあるんですよ。だから、まあ、このタイミングのためにね、ちょっとだけ私上げようかなと思ってます。はい、え、報酬が見れん。報酬が見れないですけど、この一応スズメの涙かもしれないですけど、3K の君主エキスポと、素材が一応手に入るので、まあこれあげるかな、どうしようかな、みたいな感じですね。ヒカさん、めちゃくちゃ RSS 奪うときぐらいですかね。いや、めちゃくちゃ RSS 多分、通常の何 M の舞台出してたら大体持って帰ってくると思うんだよな。そう、私はそう、持って帰る用の、一応アミール・ティムールを一応持ってはいるものの、ね、荷重が100%アップしますっていうか、彼をなんか使ったりしてるものの、なんかあんまり活躍してくんないんだよな。このね、ハンマーやめてほしいよな。ハンマーじゃなければな、どっかに使えるんだけれども。月見さん、いやー、配信中にマックス荷重出るとか持ってますね。おめでとうございます。いや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 、求めてない。別に君は求めてないけど、ひどい、ひどいよ。はい、まあ、そんなところでね、まあ、しばらく、この2日間ロスタイムで強化を受けようと思いますと。ところで、何の話してんだっけな。ヒカさん、SVS ですごい RSS を持った人何度も殴る勇気はないので、私はみんなにシェアしちゃうんですが。いや、そうだと思います、そう。なんというか、一人で殴ると、なんというか、ロックオンもされそうだし、わざわざ切り替えて、荷重で切り替えて殴るって結構結構だいぶ勇気いりますよね。ララさん、荷重が増えても連れていく兵を減らせるだけですもんね。いや、そうなんですよ。その、効率はもしかしたら上がるかもしれないですけど、なんか、戦争中でそんなことをしてるほど余裕がないな、みたいな。そう、SVS 中だけですからね、活躍するかもしれないみたいなの。もうなんか、そんなことのために人魚をこれにすることあるみたいな。もう舞台定員一択じゃんみたいな。なっちゃうからな。いやー、ほんとね、ほんと、外れな。エンブレムの荷重とかもね、本当にね、許されない。なんかね、エンブレムの荷重、私前出した気がするんだよな。どれだ。あ、これじゃなかった。あ、まあいいや、まあいいや。ちょっと、なんか、闇を覗くと悲しい気持ちになるからやめよう。はい、そんなとこですかね。さて、いろいろまあなんか振り返りながら話をしましたが、何の話したっけな。正規コレクション、お疲れ様でした。結構頑張ったんですけど、私は42万が限界でしたね。60万はやっぱいかないですね。前も20万と60万の間で終わったんですけれども、まあ、今回も同じぐらいのところでしたかね。うちの同盟のね、方がね、なんか90位ぐらいに確かいたんだよな。めっちゃすげーって思ったんだけど、PVP の人がいる。へー。これうちのサーバーの方ですね。77位の方、おめでとうございます。あ、いなくなってる。TMI、下がっちゃったのかな。下がっちゃったのかなっていうか、この79位の方、どんだけ使ったんや。すげえな。そんな強かったっけな。はい。いやー、すごいですね。上には上がいるなというところで、引き換えストアですね。私、無料でもらえる分で全部交換をしました。なんかツイッターでも言ったかもしれませんが、強化石、全部強化石に交換しました。はい。美味しかったです。はい。あとはね、この辺のアイテムですね。基本的には、このバジリスクが私のサーバーあまり関係ないので、バジリスク1回交換したぐらいで、あとは他の上の方のアイテムをね、交換していったっていう感じでしたかね。はい。で、
まあ、その他のところはまあいいかな。いつも通り、この芳醇な酒イベント、この3日間限定のやつなんですけど、この辺は、まあ、なんというか、それなりにプレイをしていれば、リワード交換できると思うので、いつも通りですね、いいリワードたくさんもらえるので、今回はね、賢者の石が入ってない残念なところであるんですけど、またね、金曜日から、アレースの地の消費還元が始まってくるので、まあ、こういうのね、しっかり忘れずに還元をして、リワードゲットしておきましょうというところだと思います。あとはこの、いつものね、毎日クエスト。はい、これも、よく見るとなかなかいい報酬だと思うので、しっかりリワードゲットしましょうと。これ赤ポチがつかないので、気をつけてくださいっていうところですと。はい。で、私忘れてたけどさ、バイキング出すと。今多分ね、たくさん人がいるんでっていうか、舞台たくさん帰ってきたから出したいと思ってラリーがあんまり出てなかった。いや、あんまり調子こいてスタミナ使ってるとまたなくなっちゃうからな。はい。あ、振り返りのところで私忘れてたいうの。君主レベル、35になりました。はい。次まで9800で、これ計算したけど、およそまあ3ヶ月後ぐらいですかね。はい。また、貯めていきたいと思いますが、技量はね、この属州都市の HP かなを選びましたが、まあ、アタック用の右は、攻撃時の生存率ですかね、を選択しました。はい、そのところで、そう、君主レベルはね、ありがとうございます。てか、パソコン版のカウボーイ、あれだな、かっこいいまんまだな。スマホはね、昔の絵に戻ったから、ちょっと、のっぺりしたカウボーイなんですけど、PC 版は変わったままですね。皆さんありがとうございます、ありがとうございます。はい、ですね、もうどうしても35にしたかったのは、この、オレグさんをね、35にしないと、ギリギリ攻撃力が条件超えなくて特別担当官にならなかったんですよ。でも、うまくね、特別担当官にすることができたので、エンブレムを、今、騎兵を、この訓練用、このね、訓練とかを上げてるね、ふざけた、エンブレムがあるんですけど、訓練条件アップのエンブレムにして、かつ、この、オレグさん、特別担当官です。特別担当官はね、もう、圧倒的、上級との違いも圧倒的ですね。訓練速度50%アップ、訓練上限プラ2000、かつプラス50%。ということで、T1 の騎兵がですね、ヒカさん、奇遇ですね。私も今日オレグさん35に得して特別になりました。いや、そうですよね。そう。35にすると特別になるんですよ。はい。35かつ、プラ500かつ。いや、いいですよね。そう、500いいですよね。特別いいですよね。はい。これをすると、この T1 の騎兵がね、25000ずつ、増やせるようになるんで、かなりね、楽に、4回やるだけで10万増えるみたいな感じで、はい、今ね、やっと2400万まで来ました。資源のね、10B に行っちゃったんで、今回はこれでやめたんですけど、次ですね、9月にまた資源の消費還元イベントが来るので、そのタイミングで、100M にします。はい。まあ、もう、規定路線で予定通りできる想定です。ヒカさん、私はまだ T1 はやらないので騎兵は作らないけれど。そうなんですね。でも、それはつまりあれですよね。多分、オレグさん以外にもいろんなやつを特別にしてるってことですよね。私、まだそう、プラス、この上級担当官とか特別担当官を目指すためには、プラス値もね、頑張んなきゃいけないじゃないですか。班長もそうだったんですけど、そう、結構ね、プラス500に近づける、これもちょっと大変で、いくつか後回しになってるんですよね。ただ、やっと弾けたこのスカンデルベグ、はい、彼もね、しっかり強化して、そう、ちょうど今日、将軍の強化何百回みたいなね、ちょうどいいタイミングなんで、しっかり、攻防を確か上げると、担当官
担当官で参照するのが攻撃と防御のはずなので、こいつもしっかりその上げて特別担当官でつけられるようにしようと思ってます。はい。もうね、速攻ですね、レベル35にしましたね。そう、君主レベルをなぜ上げるか、将軍レベルを上げたいからということで、そうなんです。エレクトラのパラメーターが伸びたのも多分レベル35になったからですかね。はい。はい。そう。あとはそう、なんか忘れてた、そう、レベル35になって、それもあってですね、結構、その、バフかなこれなんで保存してんだろう。ガルーダさんを殴ったのに、ガルーダさんをなぜ殴るかの理由である、真珠エキスポを落とさなかったっていう悲しみの記録だ。消そう。はい。そう。ガルーダね、さんね、真珠エキスポめちゃくちゃ落とすんですよ。非常にね、いいモンスターなんですけど、なんかね、ちょっと私のエボにはバグってるみたいですね。ちょっとよくわかんないです。はい。はい、北方の蛮族ですね。158M とかも、一応一人で殴れるようになりましたと。離脱兵作戦をね、使ってるから気兼ねなく殴ってる。通常はね、痛いんですけど、離脱兵、先週話した、その離脱兵の仕組みを、使って、ほぼノーダメージで、24M の資源をゲットしましたということで、かなりね、美味しい北方の蛮族を過ごしましたと。で、しっかり 500M も達成できるようになってきたので、今後はね、ピラミッドだけではなくて、北方の蛮族、むしろ北方の蛮族の方が楽に、クリアできるようになってやったぜっていう感じですと。で、これ960だな。なんかね、最高バフ、これは違う。これ他の人と一緒に殴ったやつさ。あれなんか変なとこ乗っちゃった。戦場のレポートだ。戦場のレポート攻撃敗北数。これ負けたやつ。これじゃない。違うな。なんか、8月10日。いや、8月10日っぽいな。まだ元気な頃にぶん殴ったやつがあるはず。どれだろう。超殴ったからわからない。月見さん、君主レベル上がりやすくなった気がします。リワードが先週多かったんですけど、なんでかな。なんでしたっけ先週。なんか君主エキスポ、そう、なんか大量になんか私もエキスポもらってたんですよね。これかな兵士バフ。そうそうそう、これが単独で殴ったやつですかね。はい、私がエレクトラと属州都市引っ提げて、1人で単独で殴ったやつ、部隊規模が 1.2M で、殴りましたと。で、この時はね、その相手がいない空のところを殴ってしまったんですけど、見たかったのがバフで、982までやっと上がってきましたということで、エレクトラもだいぶ育ってきましたと。そう、やっぱね、1000以上を目指したいなというところで、あとちょっとっていうところまで来ましたかね。はい、これなんだっけ ?8 月10日。BOC か。BOC で、ラリーで、はい、849M の方をドカッと倒した時のことですね。弓兵バフすごいありがとうございます。はい、なんか、めっちゃ勝った時のログもあったはずなんですけど、なんか保存し忘れました。まあいいや。はい。ということで、そう、弓兵をね、どんどん、上げて、殴れるようにしたかったんで、やっと、目指すところに近づいてきたかなという感じですね。やっぱ最低1000行きたいなというところで育成をしていたので、あとちょっとですね。よいしょ。ヒカさん、戦場だと戦場バフついちゃってる時あるから、廃場でチェックするのがいいですよ。なるほど。いや、思い出した。蛮族。
あれ蛮族だ。ありがとうございます。そうだ。戦場バフがついちゃってる。そう。蛮族を殴って975%で、これ、これだ。見たの。あれさっき保存してたのと違うわ。保存してないやつだ。はい、保存してませんでした。PVP レポートの一番上がそう、一番育ってたやつで、131M 殴った時のやつですね。そうです、そう。これだったらそう、バフがついてないんで、これがそう、975M。975%、そう、バフがついたってやつだ。だから、あと 25% なんですよ。あと 25% ね。あと 25% をどう伸ばすかで、はい、私としては、エンブレムであげたいなと思ってたんですけど、なんかエンブレムなかったですね。はい、ちょっと何の成果もありませんでした、今日は。まあ、ただ、このドラゴンかな、ここもちょっと上げることとかできたら、属性入れたら1000いきません？あ、属性入れたらそう、もう、属性って火力バフいきますっけ？そう、蛮族って属性入らないからわかんないんですよね。属性都市のバフって、属性都市だけにしかかからないから、あんまかかんないんじゃないですかね。どうなんだろう。そう、とりあえずね、なんだっけな、前回の蛮族からは、3、40%ぐらいやっと伸ばすことができたかなという感じで、そう、まだね、エレクトラ先生はね、全然伸びしろがあって、まず装備後のね、強化バフが、その、ね、だらけ切ってる数値なんで、あ、なるほど。日本だとかかりますね。あ、そういうことか、そういうことか。私今、研究メインでアメリカにしてるんですけど、これを日本にするとかかりますね。その通りですね。忘れてました。私今、属州都市日本が一つしかないんですよね。属州そのもののバフ。この首都兵の攻撃値の超える、これですね、プラス 4%。これが多分、私のメインを日本に変えると、ここが、エピックの日本になるので、行きそうですね。ありがとうございます。確かに行きます。お、先輩いけるじゃん。わーい。もうちょっと、あれかな、かかるかなと思ってたけど、確かに先輩いけるな。あれそれじゃないですって言われてる。よいしょ。あとは、それこそ、この辺かな。君主アビリティの方です。あ、はい、君主アビリティのこの火力のやつ。これって、この辺って関わってきます？そう、これあんま分かってないんですよ。それね、聞けるなら聞きたい。私、通常は再試リワード優先して1の方を使っていて、戦争の時には2に切り替えますと。で、この行軍速度とか野党攻撃回復。で、この属州都市の攻撃とか、都市 HP とかみたいなのを、選んでるんですけど、この都市攻撃力ですかね。あ、これ防衛軍だわ。違うな。それは有名なエボニー翻訳です。なるほど。そう、この辺ね、英語にしないとね、わからないから、英語に切り替えないといけないんですよね。英語にしたらわかりますよ。なるほど。ちょっと英語にするか。君主アビリティで上げられるんですね。
この辺もね、そう、上げる気なのと、まあ、ただ、多分 PVP の時は、私多分ね、ロシアにする予定なんですよ。それこそ、ロシアの、防衛どれやどれや彼だ。これですね。都市内での攻撃力。これと罠の攻撃力をゲットした方がいいかなと思って、ロシアに変えようかなとは思ってるんですけども。持ってる属種 ×4% のバフがつけ、えマジ？あ、そうなんですね。それぞれの属州都市は参戦部隊の攻撃力をアップさせます。なので、属州都市が増えるほど、×4のバフがつきますよということで、私、8個連れてくんで、32%上がるんで、1000超えますね。なるほど、そういうことか。頻繁に切り替えたくなっちゃう。ちょっと2000ジェムが今は痛いからちょっとあれなんですけども。なるほど。なるほど、なるほど。ありがとうございます。連れてく属州都市が多いほどってことですよね。だから今、はい、私、それあれですね。この研究の、この属州都市の、この辺の属州都市の数を増やすと上がるやつ。まあ、これは駐屯部隊ですけど、これの、殴りに行くときも有効になる版なんですね。なるほど。なるほど。ありがとうございます。なんと、もう、ほぼ、ちゃんと、アビリティの選択をしっかりやれば、1000% いってるということが分かりました。それも同じですね、防衛版。やっぱそういうことですよね。なるほど。そう、切り替えなきゃとは思っていた中、通常の戦場ではあまり切り替えてなかったんで、なるほど。じゃあ戦場でもこれ切り替えればいけるんだな。はい。34% 上がるんで、1009% までいきますね。なるほどね。ヒカさん、だから階級が上げたくて。いやー、そう、階級は本当重要ですよね、もう本当に。いやー、公爵なりたいな。ハム爵になりたい、ハム爵に。属州都市を1個増やしたい。そう、VIP がな、VIP がしばらく無理そうだからな。この、属州都市の VIP、15に足して解禁できますね。私今、11なんで、もう全然、もうお話にならないんですよね。いやー、その VIP 増やすのはね、大変すぎ問題あると思うんだよな。なるほどね。いや、こんなに強くなるなら上げる価値ありますね。属州都市多いほどやっぱ有利じゃん。単純に市長のデバフだけじゃなくて、こういったところのバフも関わってくるから、偉いですね。はい、この辺も上げたいんですけど、なんか知んないけど、なんか足らないんですよ、いっぱい。いっぱい足らなくて、まだ上げれてないんですけど。はい、この辺もね、戦争前には上げようって思ってます。はい。なるほどね。だからこれ、HP はもう 2×8 で 16% 上がってんだな。素晴らしい。ヒカさんありがとうございます。勉強になりました。いい感じです。いい感じに育成できてるということが分かりました。ということで、なんだっけ、振り返りはいろいろしたので、VIP15 なんて無理無理。本当ですよ。無理無理無理。大変すぎ。いろいろまあ話をしてきたんですけど、今週のね、イベントのところを振り返ってラストにしていこうかなというところで、
今週の木曜からね、みんな大好きユミルが来ますよということなので、しっかり、リソースですね。多分、前回の、カーニバルイベントで、資源も加速もめっちゃ使ったと思うんで、はい、全部を補ってくれるユミルでね、しっかり回復していただくといいのかなというところですと、ユミル討伐を頑張りましょう。木金ですね。で、金曜日からは、ピラミッドが始まりますと。あと、SVS の週ですね。はい。私のサーバーのところは、またね、うちのサーバーがね、そもそもそんな強くないということもありまして、うちは1186なんですけど、今回のお相手は1308ということで、うちよりも新しいサーバーとの、対戦ということになっています。はい。新しいサーバーだろうが、課金してる人は私よりも強いので、はい、無茶せずに。もう最近の SVS は、なんていうか、T1 の壁をある人しかこっち飛んでこないし、逆にこっちも T1 の壁がないと飛んでも、速攻やられるだけなので、そう、やっぱね、T1 の壁はやっぱできてからじゃないとちょっともう戦争にならないなっていう。で、必ず、なんていうか、ちゃんと偵察をしてから殴ってくる方がほとんどなので、ただ、偵察も馬があるかどうかのチェックだけで援軍が詰め込まれてるのを見なかったりするので、そこの面はね、まだ有利かなと思うんですけども、そう、しっかり、やっぱ準備しないともう戦争はできないなっていう感じがしてるので、はい、今回はね、中途半端なところまでしか作れなかったので、9月に、やっと準備が整うかなっていう感じがしています。のぞのさん、強化石の還元イベントは明日までですか？いつも1日の交換期限が紛らわしくて分かりません。はい、コメントありがとうございます。ですね、そう、おっしゃる通り分かりづらいんですけれども、スーパー強化は、ここに書かれている2日間が、このスコアに反映されますと。で、ここが0になった翌日が、その交換までのタイミングになっていて、一応ですね、このI のインフォメーションマークですなんかね、ここ見ると、イベント終了後1日間のリワード受け取り期間が設けられてますみたいな書き方がされているので、イベント期間としては、火曜、水曜ですね。この火曜から水曜まで、水曜から木曜だから、正しくは木曜の、リセットまでは、評価しても大丈夫です。ちゃんと、リワードの引き換えが、交換が可能です。ただ、木曜から金曜にかけては、消費してもこのスコアには反映されず、ただこのね、このスコアに対するこの還元のこのリワードの、引き換えはその1日だけ猶予あるみたいな、そんな感じになってますね。はい、この激得イベント系のこのスーパー強化とか、超お得な育成みたいなのは全部同じですね。はい、今まさにそう、超お得な育成はイベントが終了して、この1日間ですね、この火曜から水曜までの期間は、このリワードの引き換え期間です。私は大体ね、その前にもアイテムが欲しくてしょうがないんで、交換しちゃってるんですけど、はい、これと同じような感じなので、はい、気をつけていただいて、はい、この終了まではね、なんとか後終了って出てるうちは使っても大丈夫なので、はい、ここの緑色のタイマーの表示に気をつけていただければと思います。はい、ちなみに、次に来るやつは、なんだっけ。タクティクスですね。はい、レベル36以上の研究が、金曜日からですね。金曜日から1週間、戦術の巻物なので、レベル36以上の、研究施設を建てている方の、還元がありますと。なので、関係がね、する人はなかなか少ないんじゃないかなと思いつつっていう感じですと。で、今週の金曜はそうなんですけど、来週の金曜からまた装備の製造の還元がありますんで、そちらね、装備を製造する予定がある方は、そっ
ちを待っていただいた方が、まあ、効率的かな、みたいなところですと。はい。で、はい、金曜日からピラミッド、製造、あとは、価値がね、上がった軍隊の招集ですね。軍隊の招集も、50ぐらいまでなのね、ある程度のレベル30超えてれば50まではね、なんとか目指せるかなと思うので、製造認定証のために頑張っていただくといいのかなと思いますと。で、そう、私、毎回 10B 消費できるようになりたいって言ってる理由の一つはこれで、軍隊の招集って、各リソースが 8B だったかな？ 8B ぐらい消費できると、全部70個リワード達成できるんですよね。で、そうするとエピック将軍絶対もらえるんですよ。はい。なので、その戦力も強化されて、エピックも手に入って、製造認定証もしっかり手に入るということなので、まあ今はちょっとね、むやみに戦力を上げたくないので、SVS で羽を取ってからの話にはなるんですけど、羽を取ったらもう気兼ねなく戦力を上げられるので、そうレベル13の兵を増やしたいなと。まあ本当はね、レベル14を増やすのが多分いいと思うんですけど、レベル13で、増やしまくって、軍隊の招集をクリアしまくって、実績を解放するっていうのがね、私の次の次の月ぐらいの目標みたいなところで、はい、考えてます。定期的な軍隊の招集のクリアですね。はい、そんなところですと。はい、で、あとは、そうですね。その他は、まあ、いつも通りだと思います。この前、この前までっていうか、リセット前までが結構特別なイベント、カーニバルイベントみたいなね、話だったので、今週の金曜からは、まあ、いつも通りの普通のよくあるイベントなんじゃないかなと思います。はい。まあ、こう言っとくとね、外れると思うんで、はい、いいイベントが来るのを期待しつつ、じゃあ期待するって言ったらダメなんだった。はい。はい。で、まあ、ちょっと、イレギュラーでしたが、まあ、金曜日は、通常の順番でいくと、スピードアップと、まあ、アレースの地の消費還元が来ると思いますので、まあ、そちらのね、消費還元に向けて、必要なリソースを貯めていくといいのかなというところですと。はい。あとはね、水曜日はシャロンですね。があって、土曜日は、BOC か。ありますという感じで、はい、シャロンはなんか時間が決まってると思いますので、皆さんね、ちょっと、ね、日本人勢は眠い時間帯の戦いになりがちかなと思いますが、頑張っていきましょうというところです。はい、そこまで話したかな。はい、最後に振り返りのところで真珠の話するの忘れた。はい、私、ゴジラはオレンジにしましたって話したんですけど、そう、オレンジにしても10位できませんでした。悲しいですってとこは、はい、話したと思います。あとは、そう、ケイロンとキツネを解放できてないんですけど、キツネをね、解放先にしようと思っていて、鱗が、まあちょっと頑張ったんですけど、やっぱね、鱗、なかなか集まんなかったですね。173まで集めました。またね、次のイベントの時になんとか400を集めて、キツネを解放したいなっていうところです。ララさん、シャロンの時間が決まっているのはメジャーの人たちだけですね。あ、そうだそうだ。メジャーの人が、日本時間でいう22時、24時しか選べないんで、そう、日本人が選べやすい22時が選べなくて、なんか別のところにずらさざるを得ないみたいな、そんな話でしたよね。うちも、24時から26時と眠い時間帯なんですけど、私、だいたい22時からね、いろんなゲームのプレイをしているので、個人的にはちょっと嬉しい。時間がずれてて、わーいっていう感じではあります。で、そう、まあ、次回はキツネをアンロックしたいと思います。はい。キツネをアンロックしたい理由は、セーレーンと同じですね。セーレーンは、この、ね、一番上が、騎兵の防御力が上がって、かつ、すべての資源の生産力が上がるっていうね、
この全ての資源の生産力が上がるって、これがめちゃくちゃ重要ですね。はい。狐の場合は、この真ん中、ここに、攻撃時の射撃兵の攻撃力が上がる。はい、もうこれ PVP 的に最高です。さらに資源の生産力が上がるということで、はい、このね、キツネちゃんね、強いですね。今まで、なぜペガサスを先にしたのか。はい、刻印が出る前に帰ったからしょうがないんですけど、はい。はい、キツネをね、アンロックして、この刻印を、アップしたいなと思ってます。ヒカさん、いつも早朝で辛いけど、今回メジャーなので私得です。メジャーなんだ、すごい。おめでとうございます。22時から24時ですね。あれてか、刻印レベルアップできるじゃん。はい、レベル10に、レベル10にしたい。合計レベルを10にすると、駐屯工場兵器の攻撃がプラス 10%。はい。ということで、リソースが安い120のこの辺。攻撃時の砲兵の攻撃力、攻撃時の騎兵の HP、モンスターへの行軍速度、はい。属州都市のゴールド生産速度、これあげよう。あついあげちゃったけど、合計ジェムがなくなった。はい。かわいそう。ただ、ジェムの消費を。オッケー。はい。まあまあ、ジェム使わなきゃなと思ってたからいいや。ということにしよう。はい、すみません。今日もね、結局なんかダラダラと喋ってしまいましたが、なんか、いろいろプレイしながらいろいろ喋ってきましたが、今日のところはこんなところですかね。大事なところは言ったかなと思います。またね、ピラミッドが始まるんで、はい、ちょっとね、レベル5争奪戦大変だと思いますが、皆さん頑張りましょうと。500M。毎日ね、レベル3以上をしっかり20個取れば 500M いけるとは思うので、はい、大変だと思いますが、はい、レベル3以上を潜っていくのを頑張りましょうという感じだと思います。はい。さくらさん、私もメジャーだったから時間変わらずでよかったです。皆さんすごいですね。すげえ。ちなみに、JAL グループは何グループなんですか？エリートリーグですね。はい。ちょっとね、このね、仕組みもね、あんまり分かってないんだよな。輝きの星。はい。ちょっと、もっとね、なんていうか、強くなって、しっかり、関係がね、するようになったら、もうちょっとちゃんと調べようかなと思ってます。今のところあんまり関係ないから、リワードとかもあんまり見てないっていうね、はい、サボってます。シャロンって結構長いんだな。7000あるんだ。月見さん、私はメジャーの実力ないのにあの時間しか出られないのがつら。同盟が強いってことですかね。ララさん、BOC のランキングでメジャー、エリート、ジュニアに分かれてる感じですよ。BOC のランキングが関係してるんですね。これですね、コンスタンティノーブルランキング。自分の階級、これ個人ランキングになっちゃうのか。そう、なんかなんていうかシーズンとか、なんとかに参照されますみたいなのは、そう出てるんですけど、なんていうかこれ、いつも思うんですけど、これ文字じゃなくて絵で表してほしいですよね。きっとなんかその、階段とかサーバーごとの区分けみたいなのが、なんか、図式化できるようななんか前も言ったような気がする。なんかいずれ考えたい。240位までがメジャーかな。なるほど。うちのサーバーは絶対にそういう感じじゃない気がしますね。うちのサーバー、うちの同盟でもそうかな。なかなか BOC で当たる時間帯結構強い方が多くて、結構負けてて、最近ね、レベル39、計39の同盟にめちゃくちゃ当たるんですよね。なかなか大変な戦いをしてるので、はい、私も、ちょっとそう、それもあってね、殴れるようになって、ラリーとかに参加できるようになりたいんですよね。
はい。いずれね、なんというか、もうちょっと面白い動画が撮れるようになったら、まあ、ちょっと戦場の配信をね、ずっと配信しながらっていうのは多分大変なので、動画を撮っておいて、まあ、切り抜いて、なんか、動画がね、ライブ配信じゃなくて動画ができるといいなというのはちょっと密かに思っています。もうちょっとね、防御力と攻撃力を上げて、はい、上げたらちょっと次の目標は、戦場動画というところでやれたらなと思ってます。月見さん、勝ちが続くと相手が強くなるとか、まあそういう、そういうトーナメント方式ですよね。おそらくレーティングで強い人と当たりやすいみたいな、難しい。はい。さて、ではでは、ちょっと今日もね、結局12時まで、長いこと喋ってしまってすいません。今も20人もの、視聴者の皆さんを見ていただいてありがとうございます。はい、コメントくださった皆さんもありがとうございます。コメントいただけるとね、そもそも私自身がよく分かってなかったり、勘違いしてたりってことも多いと思うので、非常に助かります。ということで、はい、今週はこんなところで終わりにしようと思います。まあ、エンブレムはね、まあまあ、工場兵器のエンブレムがいいのが出てよかったねっていうところと、エレクトラの、ね、装備でね、無事、射撃兵の荷重のね、25% っていうマックスがついたんで、今日の配信の見せ場はあったかなと思います。はい。12時までならもうデフォルトですよね。いや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 。始めるときは今日は1時間半ぐらいでスパッと行こうとか思ってるんですけどね、気づいたら超えてます。てっぺんを気づいたら超えてます。はい。あ、吉部さんもありがとうございます。いつもお勉強あります。お疲れ様でした。ありがとうございます。参考になってたら幸いです。月見さん、0時までかと思ってました。いや、一応そういうわけじゃないんです。一応、特にコラボとかしてるわけでもないし、はい、ついね、楽しくてダラダラと配信しながらやっちゃうんですけれども、はい。いつも、そう、そう、いや、あんまりなんかダラダラ喋ってると、なんかね、あんま面白くないかなと思っちゃうんですけれども、ね、なんか申し訳ないなと思うんですけれども、そう、皆さんがコメントくださるおかげで、なんか掛け合いになってて、持ってるところがありますよね。ララさん、お疲れ様でした。また話したい方、ディスコードでお待ちしてます。ありがとうございます。はい、はい、もうエモリーの話、いくらでもできちゃうなとは思うので。いや、でもそうすると寝れなくなっちゃうんで、明日も仕事なので、この辺で終わりにしておきます。はい、ということで、さあ、今週はそんなところですかね。ということで、画像が間違えた。はい、これだ。はい、ということで、今週もおつじゃる様でした。はい、また、来週の火曜日ですね、同じような時間で、また配信を予定してます。来週は、来週確かね、火曜日はちょっと会社の飲みがあるような気がするので、来週は多分月曜日になると思います。はい。来週、おそらく月曜日となると思いますので、また月曜日に、配信したいと思います。はい。またね、なるべく事前に枠を立てたり、Twitter で、やるよって言おうと思っていますので、よかったらそちらもチェックしていただけたらと思います。はい。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。それではね、今週もありがとうございます。よかったらチャンネル登録や高評価していただけますと幸いです。ということで、はい、皆さんありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。おすじゃる様でした。